みんな、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日みんなに紹介するのは、カリブ海の楽園、セントルシアなのだ。実はセントルシア、とっても面白い豆知識があるのだ。聞いて驚くのだ。なんとね、世界でたった一つだけ、女性の名前、ヒジリルチアが由来になっている国らしいのだ。ロマンチックなのだ。今日はセントルシアに関するニュースを全部で3つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。グスト大学サッカー週間栄誉総なめという記事なのだ。セントルシア出身のサッカー選手ドナバン・カスト・フィリップ選手が大学サッカーでとんでもない活躍を見せているのだ。たった2試合で6ゴールも決めちゃって3つもの大学栄誉賞を総なめにしたのだって。今シーズンは NCAA ディビジョン I で他の選手より4ゴールも多いトップスコアラーなのだ。セントルシア出身の選手として初のメジャーリーグサッカードラフト選手にもなっちゃった、まさにスーパースターなのだ。これは見逃せないのだ。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録ぜひぜひお願いするのだ。みんなの応援が励みになるのだ。それじゃあ早速セントルシアの世界へ一緒に見ていくのだ。セントルシアって聞くとどんな国を想像するかな。カリブ海に浮かぶ緑豊かな美しい島国なのだ。小アンティル諸島に位置していて首都はカストリーズ。絵に描いたような景色が広がる場所なのだよ。この国は昔イギリスとフランスの間で何度も取り合いになった歴史があるんだ。その影響で文化も多様で、1979年にイギリス連邦の一員として独立した立憲君主制の国なのだ。人口はおよそ18万人と、こじんまりとしているけれど、豊かな自然に恵まれているんだ。主要産業はやっぱり観光業。世界遺産にも登録されている双子の火山、ピトンズはまさに絶景で、多くの観光客を引きつけているのだ。農業ではバナナも有名だよ。フランスとアフリカの影響を受けたクレオール文化が息づき、陽気な音楽や美味しい料理も楽しめるのが魅力なのだ。最近では持続可能な観光や環境保護にも力を入れていることでも注目されているのだよ。一つ目のニュースなのだ。マリク・フィリップ港の武器事件で48件の罪状、追加の罪状も保留中という記事なのだ。セントルシアでマリク・フィリップ容疑者24歳が過去最大級の銃器密輸事件で48件の容疑で起訴されたのだ。数ヶ月にわたる捜査の末、9月23日に逮捕されたのだ。事件は5月27日、カストリーズ港で発生したのだ。フィリップ宛ての樽から税関犬の活躍で複数の銃器と3000発以上の弾薬が見つかったのだ。彼には禁止武器の輸入や所持、銃器や弾薬の輸入や所持といった銃器法に基づく合計48件の容疑がかかっているのだ。さらに輸入違反や虚偽文書、未申告品など税関関連の容疑も48件追加される予定なのだ。フィリップ容疑者は9月24日に法廷に出る予定なのだ。この事件はとても重大なので、下級裁判所を飛ばして直接高等裁判所に送られることになっているのだ。裁判までは勾留されるのだ。セントルシアの治安を守るための警察と税関の頑張りなのだ。2つ目のニュースなのだ。グスト大学サッカー週間栄誉総なめという記事なのだ。セントルシア出身のサッカー選手ドナバン・カスト・フィリップ選手が大学サッカーで素晴らしい活躍を見せたのだ。先週だけでこれまでのシーズン全体と同じ数のゴールを叩き出して3つもの大学栄誉賞を総なめにしたのだ。初めてカンファレンス週間最優秀選手賞も受賞したのだ。マーシャンド出身のフィリップ選手はたった2試合合計101分の出場で6ゴールも決めたのだ。ウィリアム&メアリー戦では25分で4ゴール、ボストン・カレッジ戦でも2ゴールを記録して所属チームのウルフパックは今シーズン無敗の7勝0敗1分を維持しているのだ。彼は今シーズン全国でなんと12ゴールも決めていて
NCAA ディビジョン I の他のどの選手よりも4ゴールも多いトップスコアラーなのだ。この絶好調な活躍でアトランティック、コースト、カンファレンス男子サッカー週間最優秀攻撃的選手賞も受賞したのだ。さらにカレッジ、サッカー、ニュースやトップドロワー、サッカーからも高い評価を受けているのだ。フィリップ選手はすでにメジャーリーグサッカーのコロラドラピッツにドラフトされているのだ。2026年にはプロのキャリアをスタートさせる予定で、セントルシア出身の選手としては初の快挙になるのだ。彼は大学年間最優秀選手の大本命になりつつあるのだ。ただ、彼の好調は、11月に親善試合を控えるセントルシア代表チームにとってはちょっと残念なニュースなのだ。その頃、フィリップ選手とウルフパックは NCAA プレーオフの真っ只中にいるだろうから、代表戦には出られない可能性が高いのだ。すごい選手なのだ。3つ目のニュースなのだ。セントルシア男子、ECVA バレーボールで準優勝という記事なのだ。セントルシア男子バレーボールチームは、先週末の東カリブバレーボール協会男子決勝大会で準優勝したのだ。開催国アンティグア・バーブーダにストレートで負けてしまったけれど、チームマネージャーのマリカ・マルセルさんは、選手たちの努力を誇りに思っているのだ。マルセルさんは、望んだ結果ではないものの、大会全体のパフォーマンスには満足していると話しているのだ。将来に向けて、若い選手たちを育成し、新しいシニアチームを作る必要性を感じているのだ。セントルシアからは、ベテランのジョセフ・クレルセント選手がベストスパイカーに、デビン・セント・シーン選手がベストブロッカーに選ばれたのだ。今週はセントルシア女子チームもアンティグア・バーブーダへ遠征し、男子チームの成績を上回ることを目指しているのだ。頑張ってほしいのだ。セントルシアは美しい自然と多様な文化が魅力の国なのだ。秋季密輸事件のように治安面での課題もあるけど、サッカーのガスト選手の大活躍やバレーボールでの準優勝など、明るいニュースも盛りだくさんだったのだ。持続可能な発展を目指すセントルシアの未来に注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。